皆さんこんにちは。こんにちは。本日はですね、大阪北摂にお店を構える豊中桜屋の三田さんにお越しいただいております。本日はどうぞよろしくお願いいたします。本日はですね、包丁の基本の使い方ということで、お刺身のさばき方を一から教えていただきたいと思います。はい、まず、全然料理は普段は本当に基本的なことになりますね。はい。で、お刺身で、かなりハードル高いんで、そんなに頑張らなくていい。わかりました。ゆっくり確実に。はい。で、まず包丁を使うんですけど、これの名前知ってますか？いや、これね、柳刃。柳刃です。はい。料理人の間ではギバちゃんってギバちゃん。こちらの特徴としてはどういう？特徴はね、これお刺身を切る包丁です。刺身専用の持ち方は、ここに中指入れて、でこう3本で握ります。で、親指を包丁の背の方につけて、人差し指をこの上に乗せます。なるほど。手首を固定させて、元から先に向かって包丁を引っ張る。でこの距離が切る距離なんです。はい、繊維をこう崩さずに物を切るときは必ず距離がいるんで、こう長くできるんですね。なるほど。はい。で、先の方が細いっていうのは、先に向かって刃が細くなるために、切れ味がより鋭くなるために、長くて、細い形をしています。はい。じゃあ、練習をまず。はい。はい。よろしくお願いします。で、お刺身を切るときに、2種類あるんです。大きく分けて。はい。まず、こういう、マグロ。今日はマグロです。マグロも、いろんな切り方あるんですよ。でも今日は、へぎ作りといって、包丁の、背の方を上にして、で、切る切り方。向こうからこっちに引っ張る。はい。こう当てて、で、このまままっすぐ引っ張ってくる。こういう状態。違いますね。はい。包丁っていうのは、押しても引いても切れないんで、はい。引いたら切れます。押しても切れないんで、引かないとダメです。引いたら切れます。なので、今の切り方が一つ。で、もう一個は、魚島味ありますけど、カンパチですよね。これを、こう当てて、ちょっと大きいんで難しいんですけど、このまままっすぐ引っ張ってくる。こういう感じ。こういう切り方。なんか、お刺身っていうと、こっちが割とイメージされると思うんですよ。そうですね。まっすぐこう引っ張って切る。こういう感じ。で、これを、先の方で終わるようにしてあげるんですよね。こう。で、じゃあもう真ん中ぐらいから入れ込んで。元の方です。元の方から入れて、手前まで引っ張って、で、横に動かして、ひっつける。で、これをこう、最初は無理ですよ。無理ですけど、慣れてきたら形が揃うようにして、で、これをこういう、ちょっとずらして盛り付けるっていうのが基本です。よくあるね。なんかこう、見たことある形です。はい。で、サーモンも同じように、平作りっていうんですか、まっすぐ切りますから、この包丁の元の方から当てて、ぐーっと引っ張ってきて横に動かす。ね。で、これこう、まっすぐ引っ張ってきて先の方で動かすんで、スッとこう、ひっついてる面積がどんどん減るんですよね。この辺で終わると、ベタってひっついてるからなかなかこう、倒れないです。なるほど。だからこう、引っ張ってきて先の方で終わらして、すると、あと綺麗にできますから。包丁の角度で、立ってる角度。はい。包丁まっすぐまな板に向かって立ってください。これがまっすぐ。で、魚は、まな板に対して真横に置いて、で、自分は90度。包丁はこっちに対して垂直でまっすぐ。はい。なので、この辺に置いたらいいですかね。はい。ちょっと一回練習できてみてください。できるだけ元からまず握り方ですね。しっかり握って元から当てて、でまっすぐ引っ張ってきます。こうではなく横にするんですね。横から当てた方がいいですよ。こう。でそのためのあれですから。で横からこう来て、ちょっと押さえる。でこう当てて、包丁が魚が動かないように
元から当てて手前に引っ張る。ね。はい。元からで、ちょっと力を加えながらまっすぐ引っ張ってください。はい。はい。はい。そうです。切れました。切れました。はい。で、そのまま。そうです。はい。もう一回いきましょう。はい。はい。では、はい。それまで入れて、まっすぐ引っ張ってきて、まっすぐですよ。本当にまっすぐ。で、はい。いいですね。はい。はい、切れました。はい。はい。次、マグロいきます。はい。はい。まず、さっきと一緒です。角度も一緒です。包丁に対面する角度。で、できたら、この端っこのラインが体のちょっと動かに来るぐらいですかね。魚の位置が。で、こうだとちょっと動かないし、これだと引きにくいですから、引っ張った時に邪魔にならない角度で体に近い線ですよね。同じように当てて、ゆっくり引っ張っていきます。まあ、魚の一番下の側を押さえる感じです。さっきよりだいぶ簡単そうですよね。こう当てて、で、このままぐるっと引っ張っていく。こういうことです。こう引っ張ります。切りました。右上をつまむ。半分。そうそうそう。もう全体的に押さえたなく、下だけ。そこが一番動くんで。はい。初心者はその辺がいいと思います。はい。はい。で、元を当てて、元をここに当てる。同じ角度にする。で、引っ張る。いいですね。はい。切れました。右上を持つ。で、半分に折る。ちょっと破れてしまいました。はい。そりゃそうです。大丈夫ですよ。全然、これぐらいは大丈夫です。想定内です。はい。こう、筋を切ってるなっていう意識を持ちながら、ゆっくり引っ張って、そうです。いけましたね。はい。はい。これでいけました。はい。はい。これで OK です。で、反対です。反対。こっちの向きに置きます。はい。白身の魚とか、こういう青魚の、食感のあるやつ、硬いんです。硬いです。はい。段違いに硬いんです。硬いものを切るということは、角度で包丁をしっかり長く引っ張ってあげないと切れません。一緒です。やることは。当てて、まっすぐ引っ張っていくんですけど、だいぶ音からして。はい、違うでしょ。当てて、こう、引っ張ってあげる。はい。教科書通りですね。全く切れてない。切れてないですね。はい、さすがです。力が。やってくれます。はい。わかりやすいです。はい、もう一回握ってください。はい。力がちょっと足りなかったですかね。引っ張る時の力をもうちょっとだけ下にかけて、さっきは包丁の切れ味だけでいけたんですけど、もう少しだけ圧力かけて、で、できたら、まっすぐ、ここを、こういうふうにしないで、このまままっすぐ引っ張ってください。このまま。はい。わかりました。いけた。はい。そうですね。で、まっすぐなんですけど、終わりだけちょっとこうしてください。最後。そうです。腕を。ここまでまっすぐ来て、ここから、ここに切ります。ね。ちょっともう一回やります。はい。で、これね、今、ちょっと切り身厚いじゃないですか。で、こういう時は、もう一個裏技があって、切りかけ作りといって、軽くね、半分までこう切り目でします。で、それからもう一回切る。そうするとね、ちょっと分厚い切り身でも食べやすいですから、半分までこう、包丁を入れて、で、もう一回切り離すっていうのをちょっと一回やってみてください。ちょっと細めに。はい、もうちょっとこっち側ですね、から開いて。はい、そうです、そうです。姿勢だいぶ良くなりました。はい、そのまま半分ぐらいまで包丁を動かして、はい、ストップ。で、
はい、ちょっとずらして、で、元からですね、この辺からいきましょう。はい。まっすぐ行って、ぐーっと引っ張ってきて、手前をその辺からつけて、はい、できました。おー。いい感じ。はい。はい。魚ってこういう形してるじゃないですか。これを、このままずーっとまっすぐ切り続けると、最後こういう身になるでしょ。はい。で、今は練習だからこういいんですけど、うん、こうね、ちょっとずつこう斜めにしてるんですよ。身に対して。で、こう切っていくと、終わりまでその刺身の長さが変わらずに切れると。見栄えが悪くならずに切れるという風に切ります。はい。さあ、じゃあちょっと盛り付けてみましょう。はい。まずですね、これまあお刺身の剣の代わりに、この辺りですね。こう三角形作りたいんですよ。わかります？目標としてはこういう三角形。ギュッと。はい。そこはもうサラダですから。はい。はい。で、これに対して斜めにこう、シソの葉っぱを立てかけます。はい。斜めに。こういう感じにこう、三角形の頂点。こうですね。こういう感じ。こうですね。ああ、ちょっと下を向くような。これに対して45度ぐらいですかね。で、これも一緒です。サーモンも。はい。これはもうどっちでもいいです。はい。こっちでもこっちでも自分の好きな方に入れてください。別に一緒にしなくていいですよ。はい。マグロをこう三角になるように置いてみてください。はい。はい。で、シソの花、こっちですね。はい。はい。これを手前にこう置きます。手前ですね。はい、手前に。で、わさびはもう決まり事です。こう、右の手前です。日本人は右利きですから。そうなんですね。はい、右の手前。右の手前にわさびを。ちょんと置きます。そしてこう軽く丸めた方が。軽く丸めた方がいいですね。はい。これはより人参。まあこれは自分の感性で何箇所かにこう置いてみてください。で、ラディッシュの輪切りをこうちょんちょんと置いて完成です。はいはいはい。じゃあとりあえずちょっとこうカメラの方に向いて出してみますか。これが僕の持ったやつ。はい。盛り付けです。盛り付け。はい。あ、写真者の私がの盛り付けでございます。はい。どうですかね。今ね、隙間が結構空いてると思うんですよ。はい。わかります？こことこことこことここに結構隙間が空いてます。はい、そうですね。で、あとね、まあ花の崩れ具合と、あとわざと何も言わなかったんですけど、わさびはこう縦長にして縦長にこうするんですよ。でこれをお箸でこうつまんで、で箸の跡をね手前に残してあげるんですよ。あえて誰もまだ触ってませんよっていう状態ですね。あえて残してですね。はい。であとは魚の角度は揃えるのと真ん中にもうちょっと寄せます。で魚の切り口を見せるわけですから、皮のついた部分はこれで合ってます。上の方に持ってくると。でより人参の使い方はこれを高さを出すためにやるので、できたら魚の上に乗せた方がいいですね。何箇所か。そうするとより高さが強調されます。高さを出す演出のために。あとポジションの花はね、向きがあって花がいっぱいついてる方が手前です。はい。ね、裏側はあまり花ついてないんですよ。はい。であとは、魚の向きをもうちょっと揃えてあげると余白がしっかり出て同じように盛れますから、こういう感じになりますね。これで一緒のような感じになります。ということです。でもね、本当にね、些細なことなんですよ。だから、
こう和食の盛り付けの場合はこう真ん中にこうきっちり寄せて空間を作ったりとか、あと色合いで反対色のものを隣同士に合わせるとか、そういうものの、こう集合体なんです、はい、だからそれをこう頭の中に入れながら形を作ってあげると非常にこう締まって見えたりとか、でそれがちょっと離れてることによって、なんか不規則なものがあるように見えたりとかするので、そこだけなんですね、気をつけるの。作業は結構大変でしょうからね。そうですね。あとはもう何回か切ったらすぐ覚えると思いますから、はい、ぜひ家でもそうですね。はい、ぜひ皆さんも自宅でやってみてください。Thank you so much for watching our video. If you like this video, please hit the thumbs up button, leave a comment down below, and to keep updated with our videos, please hit the subscribe button. And be sure to be connected with our Instagram and Twitter account as well. And we'll see you in our next video. Bye!